はいどうも皆さんこんにちは。今回は室町時代についてお話ししていきます。教科書の年表でこのような図を見たことがある人は多いと思います。室町時代の前半は南北朝時代と被っており、後半は戦国時代と被っています。今回の動画は室町時代というタイトルにしてはいますが、お話ししていくのはこの間の部分だけです。南北朝時代に関してはすでに動画を作っていますので、そちらをご覧ください。また戦国時代に関してもお話が進んできたら投稿するつもりなので、そちらをご覧ください。ちなみにこのチャンネルは高校生向けのつもりで作っていますので、戦国時代の始まりに関しては最も多くの高校生に知られているであろう応仁の乱が始まりという考え方で制作させていただきます。では早速室町時代について見ていきましょう。室町時代というと多くの人が印象の薄い時代というイメージを持っているでしょうから、まずは全体を通してどんな時代なのかをお話しします。室町時代の前は鎌倉時代なので、以前は鎌倉に幕府がありました。足利尊氏が幕府を開くにあたって、幕府の場所は京都にすべきか鎌倉にすべきかと迷っていることからもわかるように、武士にとって鎌倉というのは特別な場所です。結局足利氏による幕府は京都の室町に置かれますが、鎌倉にも関東を統治する地方機関が置かれています。これが鎌倉府です。元はといえば鎌倉府は幕府によって置かれた地方機関なのですが、後に欧州も管轄するようになり、幕府から半ば独立するような形でこれらの地域を支配していきます。幕府のトップは将軍、将軍を補佐する役職が官令というのに対して、鎌倉府のトップは鎌倉公方、鎌倉公方を補佐する役職が関東官令と言います。最終的には将軍と鎌倉公方が対立して戦いに発展しますので、そのような見通しを持って今回の動画をご視聴ください。それでは南北朝時代の終わりから順を追って見ていきましょう。1408年、南北朝合体を成し遂げた足利義満が没すると、室町幕府第4代将軍の足利義持が表舞台に出てきます。足利義持は足利義満の息子ですね。この頃鎌倉では足利光兼が鎌倉公方として政治を行っていましたが、光兼が死去したことにより、その長男の持氏が後継者となりました。こうして京都は足利義持、関東は足利持氏が治めていくところからお話はスタートです。この頃の鎌倉府は半ば幕府から独立したような状態となっていました。そんな時、鎌倉公方の足利持氏と関東官令の上杉全州が仲違いします。鎌倉府で一番偉い人と2番目に偉い人が対立したということです。上杉全州は辞表を提出し、持氏はこれを許可。その後、持氏は関東官令に上杉全州のライバルである上杉則元を指名。両者ともに兵を集め、鎌倉には不穏な空気が流れました。その後、上杉全州は足利持氏を襲撃。この戦いは上杉全州の勝利。足利持氏は駿河に逃げていきました。これを受けて幕府は越後から上杉氏、駿河から今川氏を関東に派遣。上杉全州の反乱はこうして幕府軍によって鎮圧されました。こうして足利持氏は再び鎌倉に戻ってくるのです。しかし戦後処理の過程で幕府と鎌倉府は意見が合わずに、対立はさらに深まっていきました。この頃の幕府は足利義持がすでに征夷大将軍を辞めて出家しており、将軍は息子の足利義和となっていました。しかしこの義和は将軍になってたった2年で死んでしまいましたので、義持の後継者はいなくなってしまいます。そうこうしているうちに義持も急死。死ぬ寸前に義持は、後継者はお前たちで決めろと言ったので、ではくじ引きではどうかと側近が提案したところ、持氏はそれを承認。後継者は義持の兄弟4人を対象としたくじ引きで決まることになります。こうして次期将軍に決まったのが義円、後の足利義則です。これに起こったのが鎌倉公方の足利持氏です。くじ引きなんかで決めないで、俺を将軍にすればよかったんだとブチギレます。こうして足利持氏が幕府に対して謀反を企てますが、関東官令の上杉則実がなんとか思いとどまらせます。上杉則実は幕府からも信頼されており、
幕府と鎌倉府のクッション材のような役割をしていたのです。このように鎌倉久保足利持氏は切れやすい性格でしたが、同様に将軍足利義則も切れやすい性格でした。気に入らないことがあればバンバン打ち首にするような将軍で、万人恐怖と称される恐怖政治で有名です。幕府も鎌倉府も中立派の人々が持ち氏と義則を抑えていたからなんとかなっていたのですが、幕府では中立派の人々が相次いで死んでしまって足利義則を抑えることができなくなり、関東では中立派の上杉憲実と足利持氏の仲が悪くなってきたことにより、足利持氏を抑えることができなくなりました。こうなると東西の戦いは避けられないことのように感じます。今言ったように関東では上杉憲実と足利持氏の仲が悪くなってしまい、上杉憲実が本国の上野の国に逃れます。持氏はこれを追いかけて出陣。上杉憲実は幕府に救援を要請して、足利義則が持氏討伐のため軍を派遣します。この戦いは幕府軍の勝利。足利持氏は最終的に自害に追い込まれてしまったので、鎌倉府は一時的に滅亡するのです。こうして関東の戦いは一件落着とはなりませんでした。鎌倉久保に恩がある結城氏朝が足利持氏の維持、足利安王丸、春王丸を迎えて挙兵します。足利持氏が死んだ後もその勢力が抵抗を続けたのです。これに対して幕府はまたも大軍を送り込んで対抗。この戦いも幕府の勝利で終わります。こうして長きにわたる関東地方の戦いも一段落し、京都にある赤松光助の館では戦勝祝いの宴が開かれました。しかし突如刀を持った武士が乱入。足利義則に切りかかり、義則は命を落とします。時の将軍が暗殺されてしまったのです。この暗殺計画は赤松光助とその息子則康によって計画されたもので、その後赤松光助と則康は播磨へと移動しますが、山名持豊、後の山名宗全らの討伐軍がこれを討伐。この乱によって将軍の力は大きく衰えました。さて、足利義則の次に将軍となったのは足利義勝です。義勝は義則の息子でしたが、この義勝も義和と同様に早くして死んでしまっており、将軍になって8ヶ月でこの世を去っています。この時義勝は9歳。もちろん子供がいるわけもなく、またも幕府には後継者がいなくなってしまいます。こうして選ばれたのが義勝の弟の足利義政です。足利義則の暗殺によって幕府は関東に構ってはいられなくなり、関東でも鎌倉府が再興されます。次の鎌倉久保は足利持氏の維持、足利重氏です。こうして東西で新しい将軍と鎌倉久保が就任しますが、幕府、鎌倉久保、関東関連の関係は今まで見てきたようにこじれています。やはりうまくいくことはありませんでした。鎌倉久保の足利氏と関東関連の上杉氏の対立が激しくなっていき、関東は久保方と上杉方に分裂します。その後、足利重氏が上杉憲忠を暗殺したことで戦いが激しくなり、京徳の乱が始まります。この戦いに幕府も介入。上杉氏を援助して足利重氏と戦っていったので、鎌倉の久保と京都の将軍が東西で対決することになっていきました。関東で京徳の乱が始まりますが、京都でも戦いが始まります。応仁の乱です。細川勝元率いる東軍と山名宗全率いる西軍に分かれて行われたこの戦いにより、京都は荒れ果ててしまい、戦国時代へと向かっていくのでした。